ここに校長用の机がこうありまして、はい、ここにソファーがあったんですね。はい、で、当時は私がここに座って午前中あった中学校の卒業式立派だなとか思いながらようやく仕事に入ったところでした。で、大きい地震でお話した通りもう立ってられなかったので机にこう手を置いて、はい、こういう感じで、はい、なんとか耐えてました。で2分以上続いて、でふとこう後ろを見たら校庭にちょうど1年生が1時間前に帰ってて、2年生がちょうど校庭を横切って校門のところを出るところだったんですね。で、先生がさよならってこう挨拶をしていたところに地震があったもんだから、残っていた1年生2人と2年生3人、校庭の真ん中で女性の先生ですが揺れが激しいのでこうしゃがませていたところをここからこうやって見てました。であそこに防火用の非常放送とか、それからこちらに津波の警報システムがあったんですが、両方とも電源がもう切れてまして、全然使える状態ではありませんでしたので、いつもこの辺に置いてあったんですけど、そのハンドマイクを握って、校庭とかにこれで指示を出しました。初め指示出したのは、1、2年生が校庭にいたので、こんな感じでここ開けてですね、教室に一回戻りなさいというお話をしました。多分その頃屋上で非常サイレン鳴ってるんだと思うんですけど、ここでは聞こえなかった。記憶がないんですね。で後で職員に聞いたら鳴っていましたっていう職員と分かりませんっていう職員が両方出てきて、映像がものすごい強い映像だったので、そこに気がそっちの方に行って、多分聴覚っていうか音声の方がみんなあんまり聞こえてなかったと思うのね。だから記憶がないんですね。であとは各教室にいいですか、はい、教室に行って、4階の教室に移動させますから会議の準備をしてくださいっていうふうに1階と3階と4階それぞれ2教室ずつだったんですがお話をして、はい、でこちらの方に来て、状況を確認して、で少しもう準備が整ったということでまた1階3階4階の各教室に行って移動しなさいというふうにお願いをしました。それが多分3時過ぎだと思います。ここで地域の方を、避難してくるのを誘導していました。一番奥に教頭先生がいました。出口のところに教務主任がいました。私はその外で住人の方を待っていました。で初めて来る方も学校に来る方もいますので、一番外に立って、昇降口こちらですよということで住人の方を招き入れて、ここで各町内ごとに振り分けました。例えば3階北区だったら3階ですよとか、そういうふうにここで振り分けていました。でご覧の通り今は住宅が何もないのでとても見晴らしがいいんですけども、当時は松林もものすごくたくさんあって、それから松林の近くまで住宅街が続いていましたので、ここからは津波がどういうふうに来ているのかも分かりませんでしたし、
ましてや大津波警報が出ていたっていうのは、聞いてませんでした。ただあまりにも大きい地震だったので、何らかの津波は来るだろうという予想で地域の方をここから誘導していました。地域の方々も例えば、低山堀を越えるような津波は多分来ないだろうとか、そこに県道渡り塩釜線かな、があるんですが、ましてやそこを越えるような大きな津波は来ないだろうというようなお話は聞いたことはあります。だから津波に対する警戒は強いと言っても、その想定している津波については、ある意味その程度だったって言ったらいいでしょうかね、だったんですね。ましてや10メートルを超えるような津波が来るっていうのはもう誰にも聞いたことがありませんでした。もともとでも避難訓練からあれなんですか、校庭に出るではなく、平成21年ぐらいまでは校庭に1回避難をして、そこから屋上という形で避難訓練をしていたそうなんですね。で、21年もそうだったかもしれませんが、少なくても、平成22年、昨年ですね、昨年からはどうせ津波が来て屋上に逃げるんであれば、初めから屋上に逃げようというふうに、切り替えたところでした。で、消防団の方も動き始めて、やっぱり地域の方々に広報活動をしていたそうです。で、消防団の方が3回連れてきました。1回目は本当に寝たきりの方で、たまたま荒浜の地に病院の方から外出してたという方々が1人です。これから2回目来た時には足の不自由な方々とかをたくさん連れてきました。で、3回目校門を出て海の方に走っていったらすぐ戻ってきたんですね。どうしたんですかって聞いたら、もうすぐそこまで津波が来てるので、ここもやばいやばいっていう形で、この辺に消防車を止めて中に入っていきました。で、その方の指示で私たちももう1回2階に上がることになります。この道をそのまま上がられるんですね。このままですね。2階に避難をしてきて、ここに私はいました。すると向こうの方、向こうは窓なんですけど、ベランダには出れるようにドアはついておりましたが、窓です。隣の家もあれば、その隣の家もあって、通常はこんな風景ではなくて、家並みがよく見えてると。で、その隣の家の方の、家があそこの間から見ると、左から右の方にスーッと流れていくのが見えました。何だろうと思いました。で、下では津波が来るぞって話は聞いてましたけど、その時には波を見てないので、ここに来た時にその左から右に流れる家を見て、本当かな、現実なんだろうかって思いました。なんかテレビでよくやっている再現ドラマの風景のように見てました。すると向こうの方からひたひたと水がどんどん流れてきました。その時にはガラスがあったのかどうか多分覚えてませんけど、水が入ってきたっていうことは少なくてもガラスは割れてたんだと思います。で、ずっと流れてきて、初め本当にゆっくり流れてきました。ですからここの場で、自分の足が濡れるまでずっといて、その後一気に黒い、水と一緒に、瓦礫が刺さる形にで、何でしょう、槍みたいな形でずっと流れてきて、それで私は逃げなくちゃいけないということで逃げ始めました。
走って逃げるとき、ここに車椅子の方がいたんですね。でちょうどこういうふうに開いてました。で向こうから津波が来て、車椅子の方もいて助けたかったんですが、その津波が競争する形になったので、私は向こうの方の3階につながる階段を上っていってしまいました。階段を上るときに、この車椅子の方、とても気になって、一生悔やむかもしれないなと正直思いました。この辺にいました。で津波が2階に入ってきた津波は、ここからこの階段の下に向かって滝のように流れていきました。で、この階段の下の方には瓦礫とか、どこからか運んできたか分かんないような日常雑貨製品とかがいっぱい溜まってて、とても1階の方には行けるような状態ではありませんでしたが、やっぱり気になってたのは車椅子の方でした。何分か経った後、少し津波が収まったので、歩いて行ってまた元に戻りました。でここに着いた時にはこんなふうにドアが閉まっていました。で車椅子の方はどうしたのかなと思って、ここをこういうふうに開けたら、ここのドアのところでこうやって車椅子の方が頑張ってました。で後で聞いた話ですが、津波が来たのでご本人が自分でドアをこういうふうに閉めたんでしょう。それで吸い出されないで、この部屋にももちろん水は入ってたんですが、このお部屋の中にいることができたということで、若い人を何人か呼んで、車椅子の方を3階か4階の方に上げてくれっていうことで上げてもらいました。その時って2階の水はどれくらいあったんですか？40センチぐらい。このぐらいですね。ここではこのぐらいですね。机の下から避難させた4階の教室3つです。ここには3、4年生、隣の6年生の教室に5、6年生、その隣に、1、2年生が入りました。3階は地域の方、4階は学生。3階と4階の一部は、地域の方、ここは子どもたちというふうに決めました。ただ津波が予想以上の高さだったので、うちの方の教頭が屋上の鍵を職員室から持ち出してたので、住人の方も、それから後で子どもたちも屋上に避難することになります。で子どもたちなんですけど、3月の11日5時半ぐらいから向こう側、ピンクの階段を渡った向こう側のところから、ヘリコプターで救出されることになります。ヘリコプターは空中でホバリングをして一人一人、安全ロープをつけて、吊り上げていくという作業ですが、それが大変時間がかかって、5人吊り上げるのにまた何分かかかってという作業を何回も何回も繰り返しをしていました。向こうの方に見えるととてもいつも輝いて見える仙台の繁華街も真っ暗で、辺りは本当に真っ暗でした。明かりが見えたのは向こうの石油タンクかなが爆発してたその
炎だけが見えるだけで、あとは本当に真っ暗な状態で、その中子どもたちは一人一人救出されていったので、さぞかし怖かったんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ先ほどの津波のシステムっていうのはここの上の、ここは無線の非常サイレンです。ですからサイレンしかなりません。音声が鳴らないので、何かサイレン、何のためにかサイレンが鳴ってるっていうのは認識できるけど、ここで大津波が警報が分かるとかそういうものではないですね。先生がその2階で見た以外に客観的に津波を見たっていうのはどこら辺になるんですか？ここに上がった、その後ですか？ここに登った時に。その後は、ここに登った時ですね。でも登った時津波を見たっていうよりは、ここに来た時は全部海でしたので、その何かが流れるとかそういうのが見えたわけではないんですね。もう一面、海でした。対応も忙しいから、その先ほど申し上げたように、津波っていうのももうほとんど、1時間ちょっと70分ぐらいあったっていうのは後で時計を見たり人から聞いてあったんだなっていうふうに思ったんですけど、当時はもうなんか20分ぐらい過ぎたらすぐ来たようなイメージで、すぐ来たよねなんて話をしてて、その後実は冷静にこうタイムを取ってるものに聞いたら70分ぐらい時間が実はあったんだよって聞いて大変驚きました。ちなみに先生、次の日の夕方にヘリコプターで救出されたと思うんですけど、最後にやっぱりヘリコプターに、町内会の会長さんたちと私とあと京都と消防団の方かな残りました。で最後に、18時ぐらいだと思いますがヘリコプターが来て、実際は最後から2番目になってしまいましたけど、最終便に近く乗りました。で町内会長さんたちは半分ぐらいは次のヘリコプターに乗って、向こうに行ったということになります。でその時持ってたのがこの校内放送が使えなかったので、これで全部子どもにもあと保護者の方にも地域の方にもこれで全部連絡をしました。これを持ってあとヘリコプターにも乗って行きました。そのヘリコプターに乗って離れる時、そして時っていうのはその学校を見下ろす形になると思うんですけど、ヘリコプターに乗るときにこう後ろを見ると、この荒浜小学校の校舎が立っていました。決して人数の多い学校ではありませんでしたけど、4階建てでしかも耐震工事もなされていましたし、結果的には学校に集まっていただいた320人の命を助けていただいた校舎なので、その6時頃乗った時ちょうど夕日が学校に注がれていましたが、本当にありがとうというふうに思いました。あなたのおかげで、校舎にあなたっていうのも変ですけど、校舎のおかげでこれだけたくさんの方が助かったし、現に私も助けてもらったと。でこの校舎が倒れたらもちろん私もいませんけれども、多くの方避難した多くの方も命を失うことになってしまったかと思うと、この校舎には本当に感謝をしています。じゃあ車出しますから。はい。